あの、もし私が Apple とか Google みたいなソフトウェアの巨人すら凌駕う総利益率85%を叩き出しているハードウェア企業があるって言ったらあなた信じますか？まあ普通はありえない数字ですよね。はい。しかもですね、そんな圧倒的な数字を出しているのに、ウォール街のアナリストたちから猛烈に攻撃されている企業があるとしたら、まさに今回のテーマですね。この深掘り解説では、メモリ大手のマイクロンが発表した2026年度第3四半期決算の衝撃と、彼らが挑むビジネスモデル変革という巨大なミッションについて紐解いていきます。私たちの手元にあるのはその驚異的な決算資料と白熱した決算説明会の裏側を記録したレポートです。今回の目的はたった一つです。このなんかお祭り騒ぎのような数字の裏に隠された真実を見極めること。さあ、リスナーのあなたも一緒に飛び込んでみましょう。早速中身を見ていきましょうか。マイクロンは今回、市況の波に翻弄される博打経営を捨てて、長期契約で安定して稼ぐ企業へ生まれ変わるって高らかに宣言しましたよね。そうですね。会社としてかなり大きな方針転換です。これって要するに、不安定なギグワーカーが急に今日からリスキリングして公務員になりますって宣言するようなものですよね。他の半導体メーカーと比べてもなんか極端に過ぎません？規模感が全く異なります。でも過去の業績から逆算すると将来の売上の半分を契約で担保するこの変革はものすごく巨大な決断だと言えるんですよ。巨大な決断ですか？彼らが発表した16件の戦略的顧客契約、通称 SCA は顧客と数年単位であらかじめ買う数量と価格の枠組みを約束するものなんです。ギグワーカーなんてちっぽけなスケールで考えていた自分がちょっと恥ずかしいです。従来のメモリ産業は数年ごとに価格が暴騰しては暴落するシリコンサイクルの波に完全に依存していましたからね。はいはい。供給過剰になると一気に赤字に転落するっていう。だから将来的に売上の半分をこの長期契約でカバーして業績の振れ幅を劇的に小さくするというのが今回の大きな狙いなんです。いやー、なぜマイクロンは突然顧客にそんな強気な長期契約を結ばせることができたんですか？その答えは今回の異常とも言える数字にあるんですよね。そうです。当四半期の売上高は前年同期の約 4.5 倍となる414億ドルを超えましたからね。調整後の一株利益も25ドルへと跳ね上がりましたよね。そして何より驚きなのが、粗利率が 84.9% っていう。物理的な部品を作る製造業としては驚異的です。粗利 85% ってホムタダで拾ったどんぐりをメルカリで売る副業レベルのボロ儲けじゃないですか？これって AI 企業がパニックになっている足元を見て価格を釣り上げているだけで巨大なバブルのような気がするんですが。バブルとは構造が異なります。でも巨額の設備投資が必要な産業でこの数字が出るのは、顧客がいくらお金を積んでも今すぐメモリが欲しいと悲鳴を上げている証拠なんです。はは、悲鳴を荒れているんですね。そうなんです。メモリー産業は供給能力を短期間では増やせない典型的な設備集約型産業ですから。確かに工場を建てるのはめちゃくちゃ時間がかかりますもんね。現在データセンター向けの売上高だけでも四半期で250億ドルを超えていますし、さらに自動運転のようなフィジカル AI や AIPC などのエッジ AI へも主戦場が急速に広がっています。需要が爆発しているのに供給の蛇口を簡単にひねることができない。だからこそここまでの利益率が生まれているんですね。その通りです。最先端の AI 開発競争が価格決定権を生み出しています。でも、設備投資して工場をフル稼働させれば、いずれ供給は追いつくはずですよね。リスナーのあなたもそう思いませんか？ところが、AI 時代にはそうならない逆説があるんですよね。普通は工場を増やせば解決すると思いますよね。今の AI ブームの主役って、HBM とか低電力メモリの需要急拡大ですよね。もしかして AI は電気代がめちゃくちゃかかるから、メモリー側が気を使ってシリコンを自ら消滅させて節約しているんですか？物理的な限界があるんです。でも最先端の AI メモリは一つの容量を作るために必要なシリコンの量が激増するので、工場をフル稼働させても出荷量は簡単には増えないんですよ。シリコンの量が激増ですか？はい。HBM は従来のチップを何層もパンケーキのように積み重ねて極細の配線で貫通させるという複雑な技術を使います。ほうほう。そのため欠陥率が高くなりやすく、同じ容量を作るために従来の何倍ものウェハー、つまりシリコンの円盤を消費してしまうんです。ふん。それって
巨大な100階建てのタワマンを取りこらして同じ量のコンクリートを使って10階建ての超高級ペントハウスを建て直すようなものですか？素晴らしい例えですね。まさにそんな感じです。使っている材料は同じかそれ以上なのに住める人の数、つまり容量は圧倒的に減ってしまう。だから工場がフル稼働でも市場に出回る容量ベースの絶対的な出荷量が増えにくい構造なんですね。これこそがメモリの逆説と呼ばれる現象です。だから CEO が需給逼迫は2027年以降まで長引くと絶対的な確信を持っているんです。この2027年まで無敵という背景があるからこそ、あの16件の長期契約が生まれたわけですね。来期である第4四半期も売上500億ドル、粗利率約 86% と強気ですし。無双状態とも言える数字ですね。しかし、これだけすごい数字を叩き出しているのに、ウォール街のアナリストたちは素直に信じませんでした。決算説明会の Q&A はヒリヒリする心理戦になったんですよね。アナリストたちは容赦なく経営陣の3つの沈黙をつきました。一つ目は、長期契約の下限価格シナリオで法的に保証される売上額を聞かれたのに、経営陣は具体的な金額を答えず、利益率の話にすり替えました。徹底して明言を避けましたね。そして二つ目、バランスシート上に突如現れた22億ドルの顧客預託金。22億ドルも預かってるなら、そのまま持ち逃げすれば大儲けですね。持ち逃げは犯罪になりますよ。でもこの巨額の預託金は単なる前払い金というより、絶対に生産ラインを確保してくれという契約履行を担保する違約金的な性質と読めます。絶対に買うからよそに売らないでくれっていう強烈な恐怖心、ほぼの表れなんですね。Google やメタのような巨大 IT 企業にとって AI インフラの構築競争から脱落することは致命傷ですから、手元に現金を置くより何百倍も価値があるんです。現金よりメモリがないことの方が怖いなんて本当に異常な時代です。そうですね。でも3つ目の沈黙が一番気になります。粗利率はいつまで続くのかって質問に CFO は第4四半期を超える見通しを出すことを完全に拒否しました。はい、そこが注目ポイントです。これって上司翻訳すると、次期長の見通しは出さないイコールダメな上司が今は絶好調だから先のことは聞くなってごまかしてるのと同じですね。鋭い視点からのご指摘ですね。でも経営陣も来期以降は価格上昇が意味ある鈍化を見せると予測しており、今の異常な利益は市況の値上げだけで作られているのかもしれません。そういうことですか。魔法のような値上げのペースが鈍るなら、この先彼らが描いた無敵のストーリーはどうなってしまうんでしょうか。前回と今回の発言の違いから未来への布石が見えてきます。経営陣の言葉のタイムラインですね。前回は供給逼迫の見通しを2026年を超えてと言っていましたが、今回はカレンダー2027年を超えてに1年後ろ倒しになりました。はい、そこが重要なんです。これって問題解決を2027年に先送りするなんて、僕が外食費を節約するのは来年からにしようって毎月言ってるのと同じ構造に見えます。先送りではないんですよ。でも天気予報に例えるなら、最高に儲かる改正の期間が2027年までずっと延長されたという会社側の強烈な自信の表れだと言えるんです。ボーナスタイムが2027年まで延長されたんですね。私の情けない外食費の節約とは次元が違いました。ウェハを大量に消費してしまう逆説があるからこそ、供給は簡単には増えないという確信があるんですよ。さらに株主還元についても面白い具体的な日付が出ました。2026年12月9日以降に還元を増やすって明言したんです。これは CA チップス法による自社株買いの制限が解除されるタイミングですね。つまり会社側は2027年まで供給不足は続き、2026年末からは自社株買いで株価も支えるというバラ色の未来を宣言したわけです。メッセージとしてはそう読み取れます。では、リスナーのあなたは次の決算でこのストーリーが本物かどうかをどうやって見極めればいいんでしょうか。目先の利益ではなく、見るべきなのは次の3つの数字です。一つ目は顧客預託金または受注残である RPO の積み上がりですよね。はい。長期契約の実態が本物かどうかの証拠になります。二つ目は価格上昇の鈍化をカバーする出荷量、つまり数量の伸び。市況の値上げ頼りから実需への移行を確認します。そして三つ目が自社株買いの実行額。
自社株買いは株価の調整局面で強力なクッションになります。マイクロンの預託金と出荷量と自社株買いをチェックするんですね。じゃあ僕は自分の銀行残高という預託金とマイマンの食事量という出荷量と失ったプライドの買い戻しという自社株買いを厳しくチェックします。比較の次元がかなり独特ですね。でもあなたの食事量はともかく、この3つが揃えば、マイクロンは市況企業から契約企業へ生まれ変わった本物の証明になりますよ。あははは、確かに私の食事量はともかくですね。逆に数字が伴わなければ、ただのたまたま市況が最高だった四半期として終わるでしょ次の決算でしっかり答え合わせができます。う。マイクロンの壮大な挑戦、絶対に目が離せません。さて、リスナーのあなたに最後に一つ考えてみてほしいことがあります。何でしょもしマイクロンのような長期契約による安定化が今後のメモリー業界の当たり前になったら、あなたが知っている IT 機器の価格や半導体サイクル全体はどう変わってしまうと思いますか？消費者にとっても無関係な話ではありませんね。はい。半導体の波が消えることは恩恵なのか、それとも全く新しい負担の始まりなのか、ぜひご自身でも調べてみてください。新しい視点ですね。それでは次回の深掘り解説のお知らせです。次回は誰もが知るあの超巨大飲料メーカーが実は密かに進めている宇宙空間での製品開発プロジェクトの全貌に迫ります。一体無重力で何を企んでいるんでしょうか。どうぞお楽しみに。それではまた。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。